こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は労働者派遣事業。2026年10月から改正対応が必要になります。どのような改正が行われたのか、改正の内容について見ていきたいと思います。労働者派遣事業は派遣労働者の労働環境を害しやすいということで、許可を取得するにも高い基準、ハードルが設けられています。そして最近はもう許可を取得しただけでは不十分で、その後の運用についても厳しく見られるようになってきております。労働者派遣事業に関しても許可取得からもう運用の時代へ、競争の時代へ入ってきているかと思います。そして今回の改正ですけれど、労働者派遣法の改正があったというわけではなく、その他の法改正を受けての対応改正。またですね、別の動画でもご紹介はしておりますけれど、同一労働同一賃金のガイドラインの改正もあった。また派遣でいきますと、派遣元の指針、派遣先の指針も一部改正になっておりますので、これらの影響を踏まえて解説をしていきたいと思います。今回の概要ですけれど、まずは労働者派遣事業の現状について見ていきたいと思います。どのくらいの新規の許可申請件数があるのか、また派遣事業者数はどのくらいあるのかについて、そして許可取得後の監査ですけれど、こちらどのくらいの件数があるのかについても見ていきたいと思います。そして今回ご紹介をするのが10月から改正がありますので、改正の内容、まずは概要を見ていきたいと思います。そしてこの改正の内容を受けて10月までに派遣事業者が対応すべき、検討すべき内容を見ていった上で、近年大きく変わってきている労働環境を受けて、労働者派遣事業者もやはり大きく変化が起きております。これからの労働者派遣についても考えてみたいと思います。まずは労働者派遣事業の現状ということで、労働者派遣事業、非常に市場規模が大きいと言えるかと思います。派遣労働者は220万人。そして派遣先は86万人と言われております。全体の市場としての売上は 9.9 兆円規模。やはり人手不足ということを受けて、派遣労働者のニーズというのは高まっていると言えるかと思います。そしてそんな中、派遣事業者は約44,800件と言われております。許可申請件数自体はですね、毎年一定数はあるんですが、ただ、派遣事業者数というのは横ばい、もしくは微妙に減少しているという傾向にあります。やはりですね、新規で参入するところは多いものの、その伸びに合わせた事業者数の伸びというのがないという状況で、やはりですね、監督の高水準差というのがあるかと思います。令和6年度でいきますと、指導監督があったのが約1万8000件で、文書の指導で1万8000件という形になっております。やはりですね、1万8000という形でかなりの件数、監督指導が行われているかと言えるかと思います。ただですね、特筆すべきは派遣先への指導監督が増えてきているということで、令和2年では1300件ほどだったんですが、令和6年は4800件に急増をしているということで、やはり派遣元だけではなく派遣先への指導というのも非常に厳しくなってきているということになります。そんな中ですね、各種法改正がありまして、労働者派遣事業者改正に対応すべき内容というのが大きくは4つになるかと思います。一番大きいのがですね、明示事項の追加ということですけれど、こちらは雇い入れ時もしくは派遣時ですね、待遇差の内容、理由について説明を求めることができる旨を明示をすることとなっております。これだけを聞くとあまり変わらないんじゃないかという方も多いかと思います。
そして別の動画でご紹介はしておりますけど、同一労働、同一賃金のガイドラインの改正ということで、今回はですね、特に手当を別段表示にして具体的な手当を挙げて不合理と言える場合の例というのが出てきております。特にですね、賞与に関して、退職に関して、家族手当、そして住宅手当等、こちらですね、不合理な場合というのが明記されておりますので、ここを合わせて確認をしておかなければいけない。また、評価と待遇の改善ということで、こちらは派遣元指針への明記がされたわけですけれど、こちらはもちろんですね、労使協定の中に賃金の決定や公正な評価、段階的、計画的な教育訓練というのはもちろん書いてある。それで協定を結んでいるかと思いますが、今までは多くの事業所においては形式的な、表面的な記載だったかと思いますが、この指針への記載がされたことによって、やはり今後監督指導での確認、指摘事項になってきますので、書いてあるだけではなく実際に運用しているのかという実績が見られてくるという形になりますので、非常により今後監査に注意が必要と。また派遣先におきましてもですね、やはり配慮を求める事項に駐車場というのがありましたので、従業員は駐車場を使っているけれど、派遣労働者は駐車場が使えないといったような場合は、注意が必要かと思います。やはりですね、特に注意がすべきなのは、丸1番から丸3番ということで、やはり形式的な対応もしなければいけない。実際の運用も確認しなければいけない。運用がきちんとできていなければ、行政指導における判断材料になってしまうという形になってきております。ではですね、詳しく見ていきますと、明示事項の追加についてですけれど、もちろんですね、派遣労働者が権利を求める、説明を求める権利ですとか、派遣元の説明義務というのは、改正前でも改正後でも変わらず、引き続きすでにあるものではあります。ただですね、この雇い入れ時、派遣時の明示について、説明を求められる旨というのは、今までは明示事項ではなかったのですが、今後は明示事項で、基本的に全員の方に周知がされるということになってくると、やはり今まではこの権利を知らなかった派遣労働者も多いですが、今後は労働者に最初から権利を知らせることになりますので、一層ですね、説明を求められる機会が増えてくるという形になっています。したがって、今後はですね、求められたら説明ができるではなくて、求められる前提で、書面や説明資料、対応窓口を整備をすることが必要という形になります。ではですね、このような内容を受けて10月までにどのような対応をしていくのかということで、まずは、様式の差し替えだけでは不十分でかつリスクが高いと言えるかと思います。まずは形式的な部分でいきますと、書式を差し替える、直すということで、雇い入れ時の明示書、派遣時の明示書等に説明請求できる旨を追加をしていただくのが大前提。その上でですね、待遇差の説明資料の準備ですね。こちらは口頭もしくは資料の交付という形になっておりますが、口頭の場合は資料を活用するという形で、活用した資料に関しては後日でも明示できるような形で準備をしておくのが望ましいという形になっております。そして、労使協定の方にも記載がされているかと思いますけれど、公正な評価と待遇の改善状況ですね。こちらを確認をしてほしいと思います。そして、労使協定、そろそろですね、一般賃金水準公表されるかと思いますけれど、次年度の労使協定の結び直し、内容のチェックというのも必要になってくるかと思います。そして労使協定の中に記載がされている、やはりキャリアアップや、そして教育訓練、評価の状況がどのようになっているのか、まずは今までの自社の運用状況を確認をしていただきたいと思います。その他ですね、やはり派遣で求められる整備書類、こちらはきちんと整備をしておかなければいけない。そしてちょうどこの時期になりますけれど、派遣事業者の事業報告というのもしなければいけませんので、対応をきちんと行うようにしてほしいと思います。こういった中で派遣事業者どんどん厳しさを増してきますけれど、今後派遣事業はどのようになっていくのかですけれど、やはり派遣元事業者に関してはもう今後は管理力、育成力が問われる時代になってくるということで、許可取得後はですね、形式的な書類の整備だけではなく
適切な運用というのが求められてくる。また、派遣先においても知らない派遣先に任せてあるだけではもう不十分で、比較対象労働者情報ですとか、帳票の整備はもちろんですけれど、外国人派遣における不法就労助長罪の適用リスクもありますので注意が必要です。令和6年度の事業報告内容を見てみますと、提出は約4万3000件ですけれど、その中で実績があったのは3万3000件ということで、実際許可を取得していても 25% 派遣の実績がないところがあるということで、やはり派遣労働者からも選ばれる派遣会社にならなければいけないですし、高水準で行われている行政指導にも耐えられるような運用をしている、いわゆるどちらからも選ばれる派遣会社だけが生き残っていく時代になってくるかと言えますので、やはり自社の運用ですね、しっかり見直しをしてほしいと思います。では今後自社の運営対応はどのようにしていったらいいかということですけれど、こちらはですね、やはり会社の規模や業種などによって異なってきます。そして多いのはですね、わからないことがわからないということで質問ができない、問い合わせができないということですけど、その場合もですね、わからないことがわからないんだけどという形でご相談いただければ良いかと思います。そうすると何かしら問題点や改善点出てくるかと思います。気になる点があれば、まずは専門家にご相談をしていただければと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。